星野シャナのスターライトラジオ。こんばんは、星野シャナです。今回はですね、ガンダムファクトリーの話をしようと思います。イエーイ。そうなんですよ、行ってきたんです、ついに。いや、もうずっと前から気になってたんですけど、もう3月で終わっちゃうって聞いてもう急いで行ってきました。はい、なのでその感想戦というかね、ただただ楽しかったっていう思い出を語る回です展示の内容とかにも多分若干触れると思うので、なんて言うんでしょう、初見で楽しみたい方というか、ネタバレされたくないっていう方はちょっと引き返していただいて、はい、よろしくお願いします。そうで、まずガンダム関係の話からちょっと触れていこうかな。昔歌ってみたみたいな動画を出してたこともあったりするんですけど、そうガンダム関係のね、オープニング曲とか挿入歌とか、そう一応ねちょっとだけ見てるんですよ。ただガチ勢ではないです。そこだけねお願いします。自信がないから一応見たものをあげとくと、00から入って、なんて言うんでしょう、オリジナル無印的なアムロの最初のガンダムを見て、そっからね、オルフェンズに行ったそうまあいろいろありますけどね、それは一旦置いといて、そうオルフェンズを見て、ビルドダイバーズとリライズを続けてみて、であとねビルドリアルも一応全部見たはず。そうであれですよ、一番新しい水星の魔女を見たっていう流れの人が言ってきた感想です。はい、なのでね、もうなんだろう、かなり新しい世代って言ったらいいのかな。うん宇宙世紀がどうのこうのとかは本当にわからないです。そうでね、私ハリーポッター苦手とかいう話を結構してると思うんだけど、そうキャラが多すぎて覚えられんのよそうだから名前言えないキャラとか全然いると思うんですが、ご了承ください。そうもちろん機体名も全然覚えてないですそう本当苦手なんだよね。そうだから間違ってても許してね。で一応なんだろう、ガンダムっぽい自己紹介をしておくと、好きな機体はね、なんかフォルムで言ったら私バルバートスのルプスレックスがめちゃくちゃ好き。あいつ尻尾よくない？なんか伝わるかなそう尻尾好きなんだよね。そうだからルプスレックスは好きです。あとお顔のシュッとした感じもね好きです好きばっかり言ってる。で色味だったらシェヘラザード的な色味が好きです。なんだろう、ちょっと淡い感じの水色っていうのかな。そう水色が好きだからね、シェヘラザードが出てきた瞬間、うわー好き、色が好きってなりました。はい、そんな感じです。じゃあ早速本題に入っていきたいと思います。まずね、とりあえず入場の話からしていこうかな。これはなんだろう、ガンダムのそのファクトリーに限った話じゃないと思うんですけど、入場そのチケットを見せて、なんて言うんだろう、通路、トンネルみたいな箇所を一回くぐるんですよ。でくぐった先にこう見上げていく感じでガンダムが立ってるってなる構造になってるんよね。もうあれだけで泣いちゃうねそうなんかくぐる作りってやっぱなんか声おかしいね。くぐる作りってすごいワクワクするよね。そうこれは本当にガンダムのファクトリーに限った話じゃなくて、それこそディズニーとかもそうなんよ。ワールドバザールくぐったりとかね、 C でもエントランスでくぐったりするじゃん。そうあれって結構なんだろう、教会みたいなイメージがそう文学的な話としてはあるらしくて、千と千尋とかもトンネルくぐったら異世界みたいな感じになってたりするんだけど、なんかやっぱりそこで一歩ガンダムの世界に踏み込んだっていう感覚あるところでもうめちゃくちゃ興奮しましたそうあとトンネルのね縁が視界に入ってる状態でガンダムの足がすでに目に入ってくるので、なんだろう、そっからトンネルの縁が視界からフェードアウトして見上げていくとガンダムの頭が見えるっていう、そう感じがねすごいガンダムのデカさを物語ってるなと思いました。そうすごい配置好きです。でそうだね、最初に話したんですけど、私あんまりガチ勢ではないと思っていて、そう知識的にもね全然少ないから、にわかが一人でっていうね緊張は正直あったんですよ、前日まで。そう予定立てた翌日にね行ってるんですけどそうでもね意外となんだろう、ガンダム好きっていう方ももちろんたくさんいらっしゃったと思うんだけど、意外と家族連れの方がすごい多いなって思った。なんか
シンプルにでかいロボットが動くみたいなところの興奮がやっぱりあるのかなって。そこはもうね、ガンダム知ってる知らないに関わらず、すごいいいポイントなんだろうなっていうふうに思いました。はい、じゃあここからアカデミーの話をしていきます。ガンダムファクトリー内にある展示的な感じの箇所がアカデミーっていう風に呼ばれてるエリアがあるんですけど、めちゃくちゃ面白かったなんかね、なんて言っていいかな、そのガンダムの要素はもちろんあるんだけどね、どっちかっていうと機械とかの仕組みが好きな人はワクワクするんじゃないかなっていう感じです。もちろんね、そのガンダムそのものに対する好きっていう気持ちとか熱さ的なものがあればいいとは思うんだけど、でもそのガンダムに対する解説っていうよりかは、そのガンダム動かす仕組みに対する解説がすごい多かったから、知識はそんなになくても技術的な感じで楽しめるかなっていうふうには思いました。知識不足がねあだにならなくてよかったねでね、入ってったところにガンプラを組み立ててるねロボットがいるから見てほしいのよ。ちょっと正式名称忘れちゃったんだけど、ビルド君っていう名前を付けられてる子がいて、工場とかで働いてるロボットらしいんだよね。話聞いてる感じだと。で手先のアームを変えることでガンプラも組み立てられるよみたいな状態にしてあって実演してくれるのよ。でねガンダムの、頭と、胸と腕と足とみたいな感じであるやつを5パーツ6パーツぐらいをグッと全部組み立てるっていう作業をしてたんだけど、胴体に腕を刺す瞬間よ腕を持つビルドくんのアームがめちゃくちゃ震えてるわけで、プル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 ってちょっと人間味あふれてていいなって思いました。私もガンプラ組み立てるときあんな感じになってると思うわ。刺す穴間違えそうで怖いよねで、あともう一個気になったのがね、そのガンダムを動かすために関わった人たちの紹介ボードとか、もちろんガンダム作品に携わってきた人たちからのメッセージみたいなものも結構展示されてたんだけどそこに私がね最初に自己紹介したみたいにお気に入りの機体とかが書いてあるわけよ。書いてあるんだけどドムです、ザクです、ズゴックですみたいなもう誰一人としてガンダムあげないのそれでええんかって感じはしたけどね、正直。いや面白かったわ。別にガンダム好きじゃないからいけないとかそういう話じゃなくって、誰もガンダムおらんのかいって心の中で突っ込むのが楽しかったっていう話ですいやわかるよ、なんやかんやそっちもかっこいいもんな。で、あとね、まだあったわ。結構3分の1、いや下手したら半分ぐらい外国人のお客さんがすごい多いように感じた。でね、なんでこの話をしたかっていうと、すごいのよ。ショップの人も、後で話すと思うんだけど、ショップの人の会計の時もそうだし、アカデミーの中って結構解説してくれる人が 3,4 人ぐらい常駐してるはずなんだけど、その人たちがねもうペラッペラもうすぐ外国語で説明するのよ。素晴らしいなと思って。もうそれは熱意だけじゃなくて普通に勉学が必要なことだからね。さらっと説明してて、すごい他エリアも含めてサービスめっちゃグローバルやなっていうのは思いました。そんな感じです。実際のアカデミーの展示内容がうんぬんかんぬんみたいな話とかはまあね、実際に見ていただいて後でちょこっと話漏れちゃうかもしれないけどね、大まかには自分で見てくださいっていう感じです。はい。で、じゃあ次はショップの話をしたいと思います。ショップというかカフェも含めてかな。これはプラス評価の話うんぬんというよりかは、私自身がちょっとあんまり利用できなかったので注意点的なところですかね。もう品切れ多いよもうほぼ品切れだと思った方がいいです。公式サイトにね一応ソールドアウト表示あったから覚悟してはいったんだけど、にしても結構品切れてるなとは思った。だからね、サイトで見てたときは水色のねスカイブルーのハロがめっちゃ可愛いなと思ってたんだけど、売り切れでしたねだからガンプラね何種類あったんだろう、あれ3種類ぐらいかな。基本的にはガンダムのその展示されてる F00 っていう機体だったから、に関連した種類のやつが 2,3 種類置いてる
感じだった、プラモに関しては。そう、他のグッズに関しては、あれよ、音楽のやつ。あ、そう、サントラだ。急に用語出てこなくなっちゃった。サントラが売ってたりとか、あと、水星の魔女関連のグッズがちょっと残ってたりとか、あと T シャツとかも若干残ってるって感じではありました。そうけど、プラモに関してはあんまりなくなっちゃってるかもっていうのは覚悟しておいてもらった方がいいんじゃないかな。いや、でもね、そう最初はハロぐらいしか目当てなかったから、当日行ってもショップの中にね、プラモの展示とかもあるから、商品見て、帰ってもいいかなって思ってたんだけど、そう、アカデミーの展示でさ、ハイモビリティタイプっていうのがね、おったんですよ。そう、そいつの説明にね、ガンダムって基本トリコロールカラーってあるじゃないですか、イメージが。赤と青と黄色ね、白の機体に、なんかそういう感じの塗装されてるんだけど、そのハイモビリティタイプっていうのが、なんだっけ、磁石系の加工を施して、より機動性を高めたよみたいな設定なんだけど、その分、黒の、配色がめちゃくちゃ増えてるっていう話を見てしまったのね、解説文で。かっこいいと思って。そう。だから私入場して、先ショップ行ってからアカデミー行ったんだけど、もう一回ショップ入り直したからね。買っちゃった。いや、かっこよかった。もうね、そういう、裏設定というか、ストーリー見るとね、やっぱり欲しくなっちゃうよね。買っちゃいました。そうで、あとカフェの話ね。そう。カフェはね、室内の席ちょっと少ないから、冬だとね、寒さ覚悟して行った方がいいかもしれない。テラス席は全然空きはあるので、座れるとは思うんですけど、ただね、ちょっと海沿いっていうのもあって、風強い日なんかは寒いからね、ぜひ防寒しっかりしていってほしいなと思います。で、そう、これ一番気をつけなきゃいけないと思うんだけど、夕方は、甘味系っていうのかな、あんまんとかエビチリまんとかあったりするんだけど、あの辺がね、もうほぼ全部売り切れてる。そう。ドリンク系と、がっつりフード系、お弁当とか、ハンバーガーとかはまだあった。そう。ただ、なんかちょっと小腹空いたなって時に食べれるものがほぼないなっていう風に感じた。から、なんかもしそういうの食べたいっていう人いたら、午前中に行ったらあるかもしれない。そう。私3時から6時ぐらいまでいて、カフェ見に行ったのいつだったかな、5時くらいから見に行った気がするけど、結構もうその時とかなかった気がするな、ほぼ。そうだから夕方暗くなってライトアップ見に来た人はちょっと気をつけた方がいいかもしれない。そう、あんまんとかね、可愛いから食べたいなと思ってたんですけど、中のタッチパネルを見に行ったらもう全部ソールドアウトになってました。はい。なのでぜひ食べたい方はね、早めに行ってください。よし、じゃあもう本題というかいやずっと本題なんだけどね、本命のね動くガンダムの話をしましょう。そう、もうね本当にね動くぞって感じです。ガチで動いてる。迫力がねすごいのよ。そう、ビデオをね撮ってる方すごい多いんだけど、やっぱ生のインパクトすごいよあれは。そう、動くガンダムを映像でいいから見たいって方はもう YouTube にねたくさん上がってると思うので、それを見ていただければと思うんですけど、やっぱ生で見るとちげえなって思う。なんかデカさがねすごい伝わるわ。そうで、見る位置とかによっても見え方がかなり違うというか、そう、私はその動いてる時間のやつ3つ4つぐらい見たんだけど、確かそう、最前列に行くとやっぱ見上げる感じのね、インパクトがすごいかっこいい。そう、でかーってなるタイプです。そうで、なんかね、テラスみたいな階段があって、その辺の端っこに座ってみると、結構引きの構図というか、ガンダムの本当に上から下までをきっちり見れる感じっていうのかな。そう、全体を見る感じになるんだけど、それを含めてみてもすごいなとは思うけど、私は最前列派だな。やっぱ下から見たいよね。そうガンダムがでかいっていうのを実感したいなっていうふうに思ったわ。そう、でもライトアップとかはね、引きで見た方が綺麗に見えるかもしれない。そう、演出凝ってるなとは思う。そうでね、入ってすぐ見たの面白かったんだけど、私はアカデミー出てから見たガンダムの方がめちゃくちゃ面白かったなっていうふうに思います。っていうのも結構ね、そう、動くガンダムに関する展示がアカデミーに全部ギュッと詰まってるから、本当に面白いの。そう、ちょっと具体的にどんな話やったかみたいなのを出すんだけど、可動部の隙間で伝わる言い方、なんかパーツとパーツの隙間を一応さ、擦らないように開けなきゃいけないじゃん。
そう、開けなきゃいけないんだけど、そこを1センチまで頑張って攻めましたっていう説明文見たりとか、あとはね、プラモとか組み立ってると基本的にパーツって隙間がないじゃないですか。そうなんだけど、ちょっと現実のガンダムだとまだそれが実現できてなくて、それこそね、擦れちゃうから、パーツとパーツが。そうでうまく動かないっていうことが発生しちゃうので、ももの部分がね、なんか若干横に隙間が入ってるですよ的な。そう本来はないんだけど、あそこから中の構造がちょっと見えたりとかするんですよみたいな話を聞いちゃうと、まあ面白いね。なんかガンダムとしての面白さもあるし、純粋にね、機械としてすげえ面白いなって思った。そうので、まず入場ゲート入って最初の1回見てもらって、そこからアカデミーを見た後にぜひもう1回見てほしい。本当に面白かった。そうなんかできる部分とできない部分が分かりましたっていうのが結構アカデミーの中で何回も言及されてはいたんだけど、もうね、それを見てから見ると、なんか今の技術ってすごいんだなっていうのがすごい分かる。で逆にこれからどういう風に発展していくだろうなっていうそのワクワク感もあるから、本当にね、アカデミーめっちゃ見てほしいです。そうで全然関係ないけどね何気にあそこ音響すごい良かったです全然半音ないしめっちゃ綺麗に聞こえると思って、なんか純粋に感動したわそうもちろん他の光とかスモークとかの演出も凝ってたんですけど、なんか音があんなに綺麗に聞こえるんだスピーカーでみたいなところの感動が来ちゃったね。それも含めてよかったです。はい、一応ね、そんな感じで3時間ぐらい滞在してました。めちゃくちゃ楽しかったもう一人でずっといろんなところをうろうろしながらね、何回も動くガンダム見てめっちゃ写真撮ってビデオ撮ってみたいなことを3時間繰り返してました。なんかね、ちょっと現実的な話というかをすると、去年の年末12月ぐらいまでだったかなは入場特典のガンプラがまだあったらしいんだよね。で入場料がね、確か1600いくらとかじゃん、あそこが。からガンプラ入ってたらちょっとお安いかなぐらいな気がするのよ、値段設定としては。で今そのガンプラの入場もなくなって、ショップも結構在庫が薄くなってきてて、その状態で1600円払うのどうなのって正直ちょっと迷ったよ、一瞬いやだってね、高いよね、意外とね初めはね思ったんですよ。いやでも実際いろいろ見ると、なんか金払う価値のある技術だなっていう風に思ったの。一回お金払って見てよかったってすごい思った。のでね、ぜひね意を決して行ってほしいなっていう風に思います。めっちゃ楽しかったです。はい。そんな感じでね、2024年3月までらしいので、多分もう延長はね、ないと思うので、すでに1年ぐらい伸ばしてるからね。もしね、ガンダムの名前ぐらい知ってて機械動くの見てみたいかもみたいな。あれビル6階分だからね。6階建てのビルが動くの見てみたいかもみたいな人がいたらぜひ行ってみていただけるといいんじゃないかなと思います。はい。じゃあ今回のお話はこの辺で終わっていきたいと思います。お相手は星野シャナでした。おやすみなさい。